韓国ソウルチュンムロ駅。着いたミョンドン駅の一つ隣けど、なんか下町感が残る町。さて今日行くところはこっち。この辺は面白いお店も多いはず。ワクワクしながらチュンムロの街をコチュワサビが今日も行く。チュンムロの駅前といえばこれ。今はなくなった大韓劇場。チュンムロはもともと韓国映画の街としても有名で、その中でも代表的な映画館の一つ。2024年9月30日で66年の幕を閉じたらしい。ここで映画もたくさん見たわ。寂しいけどチュンムロ自体が幕を閉じたってことか。花の商店街。そんな看板を過ぎれば次は数々のペットショップが並んでる。主にワンちゃん猫ちゃんたちのペット用品たちがたくさん並べられてる。そんなに言ってたらちょっと言ったらワン。この声ちゃうな。もうちょっと悪せえでこの顔。アホなことしてる俺のためにちゃんと病院まである。チュンムロの駅前にこんなんあったとは知らんかったな。向こうの方にはソウルタワーも見える。これ年齢で目かすんでるわけちゃうよね。今の時期って店文字多いんかな。そんなチュンムロ駅8番出口をまっすぐ来るとここに来る。右手側には教会が見える。その交差点を左折。行くで。チャンギョン郡路。まっすぐ行ったらチャンギョン郡にぶつかんのかな。今の時期なんて紅葉なんかもしてて綺麗やろな。で店はこの辺やと思うねんけど、なんやここは。町工場みたいなんが見える。これは印刷用紙みたいなの。俺はさすがに手で持たれん。すぐ横には印刷所。合ってんのか。お店ここやねんけど。だってこの隣やで。着いた。早くもっかしたは여기도인쇄소인 줄 알았네。だってこの見た目やで。なんかワクワクする。オールド感漂う店構え。うわ、外でも食べたり飲んだりできるってこと？っていうか椅子めちゃくちゃ多ない？印刷用紙のように積み上げられた椅子の横を通って入店です。こちらのメニュー、基本的にはおつまみ類。お刺身と野菜で食べるマックエ、青魚を半干しにしたカメリ、ゆでだこの刺身のムノスックエ、あとはランチタイムだけ食事類ができるらしい。ここ実はウェイティング必至のお店やから2時間制となっております。ってことで早速注文。마케 하나랑요 소주 뭐가 있어요? 이분 저분 아니에요? 일본 그 맞죠? 예 맞습니다. 일본 그 예 맞습니다. 아유 유명하지 않아요. 소주가 뭐가 있어요? 네 네. 진로는 있어요? 네 진로 한 명 있어요. 有名な人とか言われたけどまだまだ頑張りなあきませんね。ってことで用意していただいた基本のおかずはもやしスープ、それとじゃこ炒め。ほんで来た。はよいっぱい入れんと料理来てまう。ぐる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 。印刷所みたいな見た目やとか言って申し訳なかったぜローリング。店の人がこの動画を見ないことを祈りながらついていく。よし来たこれ。今日もこいつは透明すぎて俺の目には何も見えへんで。本日1杯目。秋風や刺身の匂いで猫を起きる。ありがとうございます。じゃあ早速湯気が上がってるうちにもやしスープを食べていこう。まずはもやしを持ち上げる。まずはほぼ全部持ち上げてる。パクリ。一口で入るわけもなく口からもやしが入っている状態の時になんと向こうからやってくる。感謝の気持ちは伝える。スープも飲みたかってん。あとは一緒にこのうまそうなヤンニョンと海苔を出していただいた。早速芋が目の前で混ぜてくれるらしい。
俺そんなもう豪快にかけられへんで緊張してまうわ。その後ヤンニョムをまんべんなく混ぜていかれる。ゴッドハンドを持つ芋白。うわー、もう色になってきてる。聞いてみたら中にはミナリと春菊が入ってる。存在感結構優しめ。ほわほわほわって、ほんでギュッと。最後に芋がギュッとしたと思ったら、その掴んだものは優しく俺の皿に入れていただいた。白いお皿が愛で彩られる。笑ってる場合ちゃうわ。감사합니다。これが完成形のお姿。まずは芋の愛から掴んでいくことにしよう。持ち上げる。この色よ。なんとも食欲がそそられる彩り。愛は全身で受け止めなければならない。一口。全身でその愛を受け止めると、そのヤンニョムが体を覆い、一足早いクリスマスを迎えてしまった。まずはニシンやカレーのお刺身の食感。プニプニとシコシコしててうまい。そしてなんといってもこのヤンニョムの味。一般的なチョジャンと違って甘さもしつこくなく、辛さもちょうどええ。これはやばいぞ。俺の気持ちが通じたのか離れたくないというアピールをしている。すかさずもう一口。このヤンニョムを中心にみんなが綺麗に並んでる。バランスがええのよ。グッドバランス。もっとバランスを整えるためにグイッと一杯。残った愛も持ち上げ、中毒性のあるこのマックへの虜になっていく。間違いなくこれは最高のおつまみ。ホワットがポイント。ここのマックへは食べ方が何通りもあるということか。やはりこいつか。実は隣の人に勧められた食べ方。これをどうするかというと、お玉で少し取る。それをお皿の上に乗せていく。いろんな具をなるべくまんべんなくつかみ、宝石が浮かぶ赤い海に急降下。合ってる？大丈夫。学んだことはすぐに実践に移さなければならない。ほわっとやで。感じにさっきよりも少し濃いめの赤色。一口。さっきよりも多く絡んでるからか、ニンニクの味がしっかりとする。結局はまた止まらん。あちゃー、どうしよう。やっぱり行ってまうで。これでグラス傾けへんかったら天国行かれへんわ。ウェルカムトゥヘブン。気持ちよく飲んでたら、また違う食べ方してる。おほー、いろんなバリエーションで食べれるってことか。海苔を1枚2枚、いや3枚4枚。ポーカーやったら1枚足りひん。でも足りひん部分はこいつで補う。そういうことやろ。再びの再会。俺の心を奪っていったこいつ。逆に俺がかっさらっていく。レジャーシートのように敷かれた海苔の上に乗っける。さあピクニックに行くぞ。もうこの距離でも海苔の匂いがする。パクリ。やはりお刺身と海苔はよう合う。海の底でピクニック。ひょろっ。俺も知らん間に目線がいっている。ただその前にもう一口いきたい。同じ作業の繰り返しやけど一つも苦にならない。左手にはマック、右手には焼酎。一口。盾と矛を準備した俺は無双状態。今ちょっと飛んでもうたけどピュッて。海苔好きな俺からしてみればこの食べ方は最高。右手が天を目指す。刺身に気取られてこっちのお魚も忘れてた。じゃこ炒め。香ばしくてええ食感。うまっ。甘じょっぱくてずっと食べてまうやつやこれ。それにこのもやしスープもあるのとないのとでは大違い。ほぼないもやしもスープも一気に飲み干していく。のこの匂いで胸くぐると빨간 양념 하러警報 정오가 웃다이 가자미가 오도록 호박도 섞어주는 인간 문화재 하시듯 뛰어드는 아가이 산호초 서로를 듣더니 꼬문 아따따가이 말들 또다시 울게요. 아가이 바람아 가끔 나를 파도 위에 따지아가루 막 해먹고 싶어. 우리도 아스레르나 스며드는 아직 코코로 못 빼앗기고
밥 하나만 해주세요. そうこのお店のマックェはまだまだ食べ方がある。4分の1ぐらい残したところでご飯を頼む。ヤンニョムが美味しいからこそできる裏技。ご飯からすごいごま油の匂い。ヤンキーキャンドル並みやな。アホなこと言うてる間にええ感じに混ざってきた。芋煮のこの手さばきを護衛武士のようにお玉を剣のように扱っていく。すいません。真っ赤な夕日に照らされた美味しそうな丘が出来上がる。護衛武士じゃなかった。これは芸術家や。もやしスープがなくなってるのを見ておかわりを持ってきてくれた。ご飯物にはスープないとな。ごくり熱々でうまい。まずはここから。お玉についてるご飯を一粒残らず取っていく。レッドクリフ、石壁の戦いが今始まる。テカテカとしてるこの輝き、美しい。パクリ。これは絶対頼んだ方がええ。てかご飯入れる前から思っててんけど、玉ねぎなどの野菜の他にみなり春菊が入ってる。それが実はめちゃくちゃええポイント。お刺身もヤンニョムももちろんうまいねんけど、このみなり春菊の味のアクセントが俺は一番気に入ったかもしらん。こうなったらもやしスープ。なぜこういう基本のおかずはおかわりでもらった2杯目の方がうまいんやろ。ご飯を入れたということはまたこれできる。食べ方がこう分岐していくからね。これしっかりと包んであげる。進むべき道はただ一つ、パクリ。もうこれが美味しくないわけないからね。しっとりとした海苔に俺の体も包まれる。そしたらこいつもや燃料追加。もちろん新しいスプーンやでこれ。何事も試したいというのが人間の差が。ご飯とヤンニョムを絡めていく。ちょっとヤンニョム多すぎた。そんな時はもう一ご飯。無意識のうちに多めにヤンニョム取ってたんやな。うまいと思って。映画と同じくレッドクリフパート2や。食欲をそそる見た目にかぶりつく。本当にここのマックへはご飯まで食べていただきたい。マジでスプーン止まらんから。お皿も浮いてまうから。ワンちゃん猫ちゃんのように皿まで舐めてまう勢い。そういやペットショッパーって数日後そこで俺が売られてるかもしれません。いや取りすぎ。まあ一応夫婦してパクリ。命の危険。ただ熱いものは熱いうちに食べていくのが俺のポリシー。これでいつか命を落とす。これはほんまにええ締めになる。今日のクライマックスに向け気合を入れていく。よっしゃ行くで。少なくなったご飯にヤンニョムをのせる。混ぜてる間もヤンニョムの器は離さない。まだやりたいことあるから取りすぎ注意。食べてる時もヤンニョムの器は離さない。でこれ最後は海苔を細かくちぎっていき、ワンプレートで全てを味わっていく。いらんねんその動き。これが最終奥義。ヤンニョムが美味しいからこそご飯も引き立つ。これ皿を持ち上げたということはこのマックェもそろそろクライマックス。四方に散らばるご飯を集め一口。そしてまだまだもう一口。ご飯粒は残さない。完食。さてそろそろ最後の一杯くらいになってきた。いやー最初の方危なかったね。一口いっては一杯いってたからな。でもやっぱりこういう料理には一杯いきたいよね。だから最後の一滴まで。本当はもう一つの料理の亀木も食べたかってんけど、また今度来る口実にするか。本日最後の一杯。もうお刺身もないからじゃこ炒めにヤンニョムを混ぜて、これもマックェになります。またこのカリカリとしたじゃこ炒めも食べに来ます。もうこれも結構うまいな。春室駅にあるマックェのお店。外に酒の冷蔵庫あったんか。酒ないとあかんよ。ほんまにこの店飲みすぎてまうで。美味しいマッケをつまみに昼飲みもできるお店。いやー大満足や。なんか書いてある。漢服の貸し出し。これか。えらい可愛らしいな。俺切られへんでこれ。いや実はエンディングで使ってる写真撮り直したいねんけどな。俺漢服好きやねんけど、漢服って男もんより女性の方が綺麗じゃない。いやでもさすがに女性ものは着られへんななんて思いながら今日の食物語もこれでおしまい。チャイモゴスミだー。